おはようございます。おはようございます。どうもよろしくお願いします。盆栽タイムズです。はい、本日はですね、これは西川さん、蝦夷松でございますか。そうですね、蝦夷松ですね。北海道の蝦夷松です。北海道の蝦夷松。当初ですね、これでもう西川さん、30年ぐらい前ですかね、購入っていうか、この園に来て。はい。でその間ずっと、育てられて、今現在こういう姿になってます。その経過というか、経緯とか、いろんなお話をしていただいて、でまたお手入れなど、技術の面を、いろいろと聞いていただけたらなと思います。非常に参考になると思いますので、西川さんよろしくどうぞお願いいたします。よろしくお願いします。それではお願いいたします。はい。はい、早速始めます。それで蝦夷松なんですがね、これ見ていただけると分かるんですが、私の家の蝦夷はもうすでに新葉が出て目摘みをしてしまってます。はい、これはまだぽちりと先端に白い芽がぽちりと吹いている状態です。なぜこんなことが起きているかっていうと、これ今お客さんが持たれていまして、1100メートルかな、今管理されている場所が、要するにその方が住んでいる場所が1100メートルなんですよ、標高で。だからそこにいるとまだこういう状態ですよということなんですね。だからこの5月に入っても植え替えが可能なんです。これが里でやるとやっぱりもうすでに先月の半ばぐらいにうちの蝦夷も植え替えはしてしまってるんですが、やはり寒いということでこういうような状態でいるんですね。だからこのちょうどこの連休明けのタイミングで植え替えができるということなんですよね。だからね、普通だったらもうとっくに終わってなくちゃいけないんですけれども、だからちょうどいいと思います、これで植え替えればね。そうですね、じゃあ早速植え替えということで始めたいと思いますが、なかなかね、蝦夷松の場合は皆さんね、いろいろと難しいことがあるような話は聞かれるんですがね、早速植え替えの準備に入りますね。西川さん、これは30年前というのは、今日植え替えということなので、だいぶ大きな鉢入って、だいぶ今現在小さい鉢で、よくこれで管理ができると、私不思議なんですが、ちょっとその辺をちょっとお話ししていただければ。これはですね、前には尺5寸っていうとちょっと今ね、時代が違うんですけど、45センチ、外で45センチという木鉢入ったんですね。その前はもっと大きな鉢入ったんです。私が入れ替えて45センチの鉢入れたんですが、その前はもう本当に60センチ近い深い大きな鉢入ったんですよね。とてもじゃないけどバランスが悪くてダメだったんですけれども、それで植え替えということでお客さんがね購入されたいということで、重くて困るでしょっていう話で、そうすればじゃあ持てる範囲の鉢入れますかということでお願いしますということで今回この鉢入れたんですが、もうほぼ幹の 80% 鉢の内側の 80% が幹みたいなもんですよね、これね。だからね、どこにあるんですかっていう話なんですが、根がちゃんとありますから、もう植え替えて3年目なんですけどね、でもこういう状態でいて枯れるってことはないですね。今からね、抜いてみると状態が分かりますから。持ってください。すみません、持ってる。っていうのは性質上他の木のように根を極端にどんどん張ってくるってことないんですね。例えば心拍五葉黒松赤松でしたらもう3年つったらぎっちり回っちゃうんですよ。蝦夷の場合やっぱりゆっくりしてますね。だからこうやってやっても3年目なんですけども、こうやって楽にこのね
鎌が入っちゃう状態ですから、まあそれだけ木がゆっくり育ってる、まあ寒いところでしたから余計ゆっくりしてたんだとは思いますがね。やはり1000メートルともなると、もう8月頃から早いのは葉を落として紅葉にはならないけど、もう臓器葉を落としますよって言ってますからね、そういうところでやはり管理されてると、まるっきりもう北海道で育ってると同じなんですね、環境としては。だからこんなような状態でこうやって土がこう固まらないでいるんですよね。なるほど。やはりこうやって根は動きが鈍いですよね。まあ白根はちゃんと出してるんですがね、時期が時期ですから。こうやって里でしたらね、とっくにこの白根がどんどん出てるんですよ。やはり寒いんですね。半日日が当たって半日日が当たらないようなことをおっしゃってますから。だからしばらくね里で預かってそれでお返しするようにはしてるんですけどね。だからこれ根を切るっていうところまでは正直いかないんですよね、この状態ですとね。でも根はねこれだけあれば十分ですからね。この下にこういうどんごろっつってもう幹の木質分がここにいっぱいになってるんですよね。これがエゾの特徴で面白いんですよね。やはり古い木なんか鉢を抜いてみるとこういう状態になってますね。これ以上はねここも落とすってこともないですからね、落とす必要もないですから落としませんがね。まあ先月植え替えたうちの木の時にはやはり下にこういう木質部が来ちゃってたもんですから、ちょっと入りにくいんで脇の太いところをちょっとこういうところを出っ張ってるところを切ったりして外して植え替えましたがね、もういい木になってますよ。だから昔からねエゾマツの根っこのあれがあるもんですからどうしても根を切らないで切らないでって言うんですが、やはり切れる状態じゃないですよね、これもね。これはもう切るわけにいかないですから。全然切らないということじゃなくて、今回のこの木に限っては切るような根がないということですからね。切れる木もいくらでもありますからね。そういう木をやるときにやっぱり根はちゃんと切ってますから。やはりね、また同じ鉢へ戻しますね。ちょっとね、手伝っていただかないと一人じゃやっぱりできないですよね。まあ、今日いらっしゃるもんで手伝ってもらってますけどね、一人でやるときはやっぱり一人でいろいろ工夫してやってるんですよ。寒いところのとは言っても、やはり根が動くのは温度が上がらないとね、動かないですからね、寒いところの木だから寒くしといていいって、そういうわけじゃないですから。やはり植え替えの時には植え替えた後やっぱりちょっとね暖かいところに置いとくというのはやっぱり基本的には必要ですよね。これだけ根がね張ってないんで抑えるのも大変ですよね。そうですね、やはりね、こういうものはね、それとあとね足がこんな。足なんで4つあるんですけど、倒れやすいんですよ、これは。そういうふうに気をつけてやらないと。この植え替え用土の方へはね、2割から場合によっては3割、底土を混ぜてありますので、そうしますと非常に水はけ良くなりまして、生育もいいですから、細かいのだけで植えると、やっぱり動きが鈍いことが多いようですね。やってもほとんどね、いじらないですからね、もっとびっちり根が回ってりゃいじりますからね。もうそのままでハサミは入れない。入れないです。これ入れる必要ないです。この状態でしたら。でそのまま、上で込んでしまう。そうです。
この時にきちっと全部止めちゃうと、あと融通効かなくなりますからね、気をつけてくださいね。まあ仮押さえという仮の止めて止めて、これね、土を入れる順番がありましてね、正面入れちゃうと、今正面から見るとこう反って見えてますからね。だから後ろ側からね、先に入れて調整していくっていうのは、皆さんどうしてもこの針金は締めてしまうわ、調整ができないわで後でねおかしくなって方随分いるようですけども、まずそういうふうにね角度を確認しながらやってることが大事ですからね。やった後皆さんもうやるのめんどくさいやって人結構いますから確かにそうならないので、きちっと見ながらやっていくことが大事ですね。まだ後ろへこの位置で見てもまだちょっと反ってるんですよ。もっとこっちでね前で来ないとバランスが取れないんですよね。だから後ろは先止められないんですよ。後ろ止めちゃったらね、反ったままになっちゃいますからね。ゆすり込むと入ってくるんですよね。こういうふうにつついてても入りませんからね。必ずゆすり込むんですと入りませんから。つっつくとなんか潰れちゃうんですかね。いや、潰れもあるんですけどね、入っていかないんですよ。やはりゆすり込まないとダメなんですよね。入ってないのに今度針金で思いっきり締めて動かないから土が入ってるって勘違いしてる人いるんですよ。入ってないのに針金で締めて動かないでしょって言ったってそこに入ってないんですよ。で隙間ができると木は弱りますからね、根っこが動かなくなりますから、隙間があると。要するに成長できなくなるってことですね。そうですね。だから植え替えの時の根の扱い方と、あとは土を入れるこのことをきちっとやらないとダメですね。はい、バランス取れましたね。ようやくこれでようやく。で整ってから初めて針金をまた巻きつける。軽くまだ本気になってしまいませんからね。まあこの木の植え付け整え方というのはそういうことですよという。そうです、そうです。まだ寝てますかね。まだ遅い。そっかっちゃってるのかな。これがあるもんで締めちゃダメですよって言ってますよ。これが狂うともう全部狂っちゃいますからね。これ狂うといくら針金かけてやっても、まあそれで植え込んじゃったものをなんとかしようとすると、もうあとは針金のテクニックで不自然に見えないようにするしかないんですが、それもまあやり方としてありますけどね。まあそれで直すよりもやっぱり植え替えでちゃんとしとくってことが基本ですからね。これで西川さん、今植え替えしていただいてますけども、大体これで、3年に一度とおっしゃいましたけども、5年とか6年後に植え替えるっていうのはあまりなさらない。いや、ありますよ。ありますか。まあ抜いてみてもうちょっと先行ってもいいかなっていうのもありますけれどもね。まあ5年までっていうとないわけじゃないですけれども、大体3年で一旦抜いてみますけどね。それで状態見て根がゆっくりしてるようだったらまた戻してあげる。戻す。でもう5年つったらほぼ詰まってはきますけどね。今回うちで植え替えたのは5年目ですかね、古い木がね。やはりもう先ほどの鎌が入りませんでしたから、鉢の中に。やはり鉢のこのヘタにね、ぴっちり根が回ってました。
そうですか。5年するとやっぱそこまでいきますね。ただこの方のいる1000メートルを超している場所でしたら、はい、5年後でもそうなるかどうかは分かりません。おそらく回ってないんじゃないかな。もう8月ぐらいで涼しくなっちゃうって言ってますからね。だからやっぱり成長が鈍いですよね。だから木を作る環境じゃないんですよね。だから姿がまとまっているような木を持っておくには崩れません。本当に崩れないです。もう全然伸びないですから。だからそういう意味ではうまいんでしょうけど、木を作るという環境にないから作るものを持っていってやろうとすると里の倍の年数かかるんじゃないですか。ただ寒さに応じた米綱とか一位とか江戸松菜なんかは非常に管理がしやすいですね。焼けるってことないですから。里ですからね、夏場寒冷車をかけるとかいろいろするんですけど、そんな必要ほとんどないですから。本当に環境に合わせた手入れの植え替えにしろ、本当の目摘みにしろの感じですね、おっしゃってることは。そうです、はい、やはり里とは違いますからね、はいはい、だからね、目摘みするまでいかないって言うんですよ。要するにこの状態ですから、はい、これで葉になっても目摘みどころじゃないんですよ。だからもう少しこの木に対して良くしたいなという希望に沿うことがちょっと難しいところなんですよね。やはりそうなったら里で作っていって上でもうそのままいい状態で管理しちゃった方ができるのはいいかもしれないですね。だからなかなかその環境というのは変えることができませんからね、やはり、何か工夫してやるしかないんじゃないですかね。木は非常に過ごしやすいようですけどね、暑くないですから。なんか昔の方がよく木に倣ってね、作業するんだよってよく言われたことありましたけども、その通りですね。そうですね。やはり木を見て今どういう状況にいるかを判断していかないと、4月だから植え替える、4月だから根を切る、そういうことじゃないんですね。だからお客さんにもね、よくお話するんですよ。4月だから根を切って植え替えるって思い込まないで、この木は根を切っていいのかどうか、または深切りしていいのか、深切りしない方がいいのか、その判断をしないと、4月だから根切りましたってやってると、どうしても無理がかかって枝落ちがしたり、または極端な場合は枯れてしまうこともありますよって話はするんですがね、なかなかそこの加減がわからないもんだから、4月だから安心してやっちゃうんですね。そうじゃないんですよね。これだから木を見て木に学ぶしかないんだと思いますね。理屈じゃなくてね、理屈通りやってれば大丈夫っていうわけにいきませんよ、今回は。あとはね、見ていったっつって真似しちゃってるんですよね。その木の状況の話は何も知らないで、行ったらやってたからうちってやりましたっていう方たまにいるんですよ。これは気をつけてくださいね。状況判断全てしてやってますから、同じ種類であろうが、そういうことじゃないんですよってことを考えていただかないと、ね。一番怖いですね、そういう。そうですね。だからよく、今やっていいんですかって、やってるのを見てるから今やっていいんですよって答えるんですよ。それやってるからやっていいんですよって言ってる。でもお客さんの木はやっていい状況にあるかどうかは別なんですよ。そこをね、言葉を聞いてってやっちゃうんですよね。だからやっていいんですかって聞かれるからやっていいんですよって答えてるだけなんですよ。でも自分のお持ちになってるものがやれる状況かどうかってことは判断してもらう。またはもし分からなかったらもう今の状況分からないんで持ってきました、見てくださいと言われて、そこで初めて判断ができるんだと思うんですけどね。そう難しいんですよね。だから私なんかも去年植え替えてても今年植え替えてる時ありますからね。やはり、ちょっとこの動きが悪いなと思うと植え替えちゃいますから、去年植え替えたから3年目とか2年待つとかじゃないんですよ。もう状況が悪かったらもう鉢から抜くしかないんですね。だから木の状況の良し悪しを見るのは病気とか虫とかで木が弱った以外はほとんど鉢の中の原因だと思いますから、
まずちょっと様子がおかしいなと思ったら抜いてみることでしょうね。それで根の状態を見てみる、そこで判断つきますから。まあ大体鉢の中の問題が多いようですね、見てますとね。今おっしゃったことって非常にポイントですよね。そうなんですよ、はい、大事なこと言ってるんですよ今。はい、ね、一番ね、言葉大事な言葉ですね。そうですよ。見て真似してもちょっと無理がある時ありますからね。真似ではやらないでください。まあ物を覚えるってことは真似から入るんですけどね。まあ私なんかもそうでしたけどね。ただそこで失敗した時にどこが悪くて失敗したかっていう原因追及をしないと、ああたまたまうまくいかないからこんなになっちゃったっていうわけにはいきませんから。だから我々はね、そういう意味ではもう自分で失敗した時には全てどこに原因があるかということを考えて、二度と繰り返さないよっていうことを考えてやってきてるわけですよね。これだけ入ってくるんですからね、まだまだ。そうですね。だから中途半端に土入れるとおかしくなってたんですよね。もう入らないやじゃなくて入るんですよ。また西川さん、これ丸い鉢で、はい、こう湾曲っていうか、はい、袋式になってるから余計に土のなんていうんですか、そのつつき方というか入れ込むっていうのは結構簡単なようで難しいですよね。そうですね。やはりこうやっててね、根の中心部へ向けて土入れてるんですよ。はい、それでこっち逃げてきますからね、はいはい、外へ向けてやってるわけじゃないですから。はい、ちょっとこう斜めに菜箸をこう入れていくような、根に対してね、まっすぐじゃないです。そうですね。はい。植え替えを見てらっしゃる方もね、よく注意して見てるとね、あれ自分でやってるのとなんか違うよなって、ね、思える人に、そうですね、別にそんなこと関係なく見ちゃってて、やってるというふうに、ただね、植え替えをしているというふうに見てる方にいろいろいらっしゃると思うんですが、やはり注意して見ること大事ですよね。数年前にもやはり植え替えしてたら、植え替え終わるまでじーっと見てて参考になったって言ったら、なりましたと、自分でやってるのと全然違うっていうか、どっか違ったんだったら、もう全てが違いました。やはり鉢へ木を入れて止めちゃうんですね、針金で全部。先にね。それから土入れるからもう全然ダメですよね。角度が狂ってることも気がつかずにやっちゃうんでしょうね。まあ、植え替えするときも必ずね、途中で離れて確認してみるってこと大事ですから。本当ですね。終わってから見るんじゃなくてね、必ず途中でちょっと下がって木の雰囲気を見て、あ、いいなとか、まずいなっていうのは分かりますから。